レギュラーシーズンの終盤に入った NBA です。今夜はマイアミヒート対クリーブランドキャバリアーズ、イースタンカンファレンスの2位と7位の対戦をお伝えしていきます。おなじみの北原憲彦さんと島本和彦さんのお話を交えて実況小池でお伝えしていきます。まず NBA のニュースを一つお伝えしていきましょう。先週ロードマン解雇という大きな話題がありました。レイカーズのデニス・ロードマンは現地時間の15日朝の練習に遅刻をした上、試合への準備も遅れました。これに対してランビスヘッドコーチはロードマンに帰宅を命じて、球団のウエスト副会長が関係を終わらせるのがチームの利益という声明を出しまして、クビということになったわけです。島本さんは先日ロサンゼルスにいらしたばかりだそうですけれども、いい仕事やってたんですよ。もうね、一人だけいい仕事やってたなって夫人とのプライベートの問題もありましたしね、いろんな問題があったロードマンです。さて NBA はレギュラーシーズン残り10試合ほどになってきまして、プレーオフ進出をかけた順位争いが激しくなっています。イースタンカンファレンスの順位表をご覧いただきます。まずトップの争いですが、マジックが現在1位でヒート、ペイサーズと続いていますが、この辺り島本さんはどんなふうに予想なさいますか？今シーズンは50試合という非常にね短いシーズンですね。で、僕は最初から考えてたのはやっぱりいいコーチ、それからベテランが多いこと、それから怪我のないことと、こういうふうに考えてたらやはりマジックは素晴らしいですね。それからヒートもやはりしっかりと勝ってきてます。そういう意味では予想通り、そうですね。さあ、そして8位までがプレーオフ進出ですが、そのギリギリのところが非常に北原さん、これせめぎ合いになってますね。そうですね、本当にこれからがシーズン本番という感じですね。特に10位のラプターズまではこれかなりチャンスがあると思うんですけれども、そうですね、連勝連敗で本当にランキングが入れ替わってしまうと思います。本当に2連勝でもしたらね、大変なことになりますからね。そうなんですよね。そういう意味ではキャブスはこれからまさに一試合一試合が負けられなくなりますが、対戦するヒートとキャブスの数値を比較してご覧いただいています。なんといっても北原さん、ヒートのこの失点の少なさですね。そうですね、両チームともオフェンス力はそんなにはないんですが、特にマイアミのこのシュートブロックの数字って素晴らしいですね。モーニングが特にいいですからね。今日はキャブスのホームコート、クリーブランドのガンドアリーナでのゲームになりますが、スターターです。こちらマイアミヒートはマッシュバーンに PJ ブラウンのフォワード、センターがモーニング、ハーダウェイとダン・マーリーというスターター5人がしっかりとしています。特に大きな怪我もなくここまで来ましたマイアミです。一方のキャブスの方なんですが、こちらはヘンダーソンとケンプのフォワード、センターのイルゴースカスが怪我をしていますのでデクラークがセンターに入り、ブレビン・ナイトともう一人のガードがパーソンということで、イルゴースカスとそれからシューティングガードのデレック・アンダーソン、島本さん2人の怪我は痛いですよね。痛いですね。ですから要するに怪我があると、要するに復活できないうちにシーズン終わっちゃうという、そういうことですね。センタープレーヤーの比較をご覧いただいていますが、これかなり数字の差がありますからね、なんとも言いようがない、ご愁傷様ですって感じになっちゃいますね。北原さん、やはりこのデクラーク厳しいでしょうけど、どれだけインサイド頑張れるか。特にキャブスはハーフコートゲーム得意ですから、センターを抜けた穴は大きいと思いますよ。マイアミヒートはパット・ライリーヘッドコーチです。史上最も速いペースで勝ち星を挙げています。通算940勝は歴代第3位まで上がってきているパット・ライリーヘッドコーチです。一方こちらキャブスはマイク・フラテロヘッドコーチ、 NBA のヘッドコーチとしては13シーズンで、3月9日のジャズ戦でヘッドコーチとして1000試合を達成しています。さあこの試合キャブスにとって特に大事、特に今シーズンヒートとは初めての対戦になるんですが、北原さん、今インサイドの話もあったんですが、キャブスにとって必要なこと。そうですね、やはりインサイドが欠けているというところを、やはり全員で特にリバウンドも含めてですね、ゴール下をどれだけ頑張れるかというところがキーになると思います。そうですね。
ブレビン・ナイトがポイントガード、昨シーズンのオールルーキーファーストチーム。白いユニフォームがホームのキャブス、赤いユニフォームがヒートです。まずはヒートにボールが出ています。10番のティム・ハードウェイが運んでいきます。26勝13敗、イースタン全体現在2位のヒート。まずはモーニング、いきなりインサイド来ましたね。ゲーム開始早々嫌な予感ですね、キャブス。さあ一方の今度はブレビン・ナイトが運ぶキャブスです。キャブスと言いますと昨シーズンケンプが加入をしてきて、その他はルーキーばかりというそういう構成メンバーでしたが、それで随分ね勝ったんですけどね。そうなんですよね。それでプレーオフも行きました。そのチームが2シーズン目を迎えているという形になります。シュートは外れています。今度は24番のマシバーが運んでいきました。そしてダンマーリー、外から行きます。デクラークリバウンドです。ブレビン・ナイト、外へ出してデクラーク、今のはちょっと決めてほしかったですがね。そうですね、ディフェンダーの高さをちょっと意識してますね。やはりマイアミのシュートブロックというのは相手の選手は相当脅威だと思います。そうですよね。シュートブロックは現在 NBA ナンバーワン。特にアランゾ・モーニングが1試合平均で 3.95 という数字を上げています。さあここでのまたポジション争い。インサイドのところでファウルがありました。これは飛び込んだマッシュバーニーに対してのファウルです。デクラークにファウルがついています。だけどマイアミのアロンゾがずっと出っ放しになるとね、そうですね、ですよね。やはり控えのセンターがね、一応コーゼルなんかがいるんですけれども、なかなかね、前にアイザック・オースティンがいただけに、それともね、比較になっちゃいますね。確かにモーニングにもしものことがあると非常に苦しくなって、ベンチプレーヤーの薄さというのは昨シーズンから言われてましたけどね。特にプレーオフに入って連戦になった時にその差が出てくる可能性ありますね。それともう一つはモーニングが喧嘩をしないことではないかと思うんですが非常に勝ちたいという気持ちが表に出てしまってですね、悪い方に回転することがありますね。昨シーズンはプレーオフ1回戦でね、ニューヨークと LJ と乱闘してしまいましたから。その前の年も確かありましたね。なんかニューヨークといつもね、因縁ですね。マシバー、キャバリアスボールです。キャブスの方は21勝19敗で現在イースタン7位タイ、セントラルでは第5位というところにいます。ですからこれから残りがおよそ10試合ですけども、一つ一つが非常に大事。インサイドデクラークが入れてきました。今日はこの彼の活躍というのが一つのポイントになります。またボール取ってますね、キャブス。さあまだボール取ってます。相手だヘンダーソン、しかしシュートブロック。ここはモーニングのブロックが出ましたけども、まだキャブスボール。北原さん、この辺りの動きはどうですか？そうですね、よくオフェンスリバウンドでつないでいますね。12番がポイントガードのブレビン・ナイト、2シーズン目。ナイト切り込む、しかし入らず。ティム・ハードウェイからダン・マーリー。今シーズンはこのマーリーがずっとスターターを務めています。マッシュバーン、マッシュバーンは2つ目のフィールドゴールです。ケンプです。これはゴールテンディングですね。しかしマッシュバーンのファールがついているようです。ショーン・ケンプは、ロックアウトが長かった影響もあってですね、体重がもう7キロ以上も普段よりベストでオーバーしてしまって、非常にその彼のトランジション、スピードがあるところが心配されたんですが、逆に今のようにインサイドの当たりが強くなったという評判ですね。なるほどね。なので最初から比べたら随分絞れてきましたね。そうですね、だいぶ絞れてきました。
ですから体重が増えすぎて怪我にもつながるのではという心配がされましたけどね。いや最初開幕の時にですね、奥野さんと話したんですけど、奥野さんは絶対ねプロだからそんなことはないって言ったけど、僕はあるって言い張ってさあまだマイアミがボールをつないでいます。ティム・ハードウェイ、アウトサイドはこのティム・ハードウェイで、インサイドがモーニングというのが中心のマイアミ。スリーポイントを入らず、しかしまだ PJ ブラウンがリバウンドを取ってまたインサイド、こちらはケンプのブロック、しかしまだモーニングがボールをつないでいます。そしてダン・マーリーのスリーポイントです。決まりました。ダン・マーリーは今シーズン1試合もかけずにスターターを務めています。今度は入れ直しました。パーソンです。スリーポイントを入れ替えしています。トランジション早い。一気に速攻が決まってモーニングです。早かったですね今ね。ブレイクが出ました。11対8、マイアミがスリーポイントリードというところでタイムアウトになります。パットライリーキャルコーチ、北原さん、かなりもっとトランジッションが遅くなるのかなとも思ったんですけれども、割とスピードありますね。そしてやはり両チームともですね、キャブスはそのインサイドのそのウィークなところを意識してますし、逆にマイアミはそこを狙ってやろうというのはよく表れてますね、オフェンスで。ガントアリーナでちょっと下尾さん、お客さんとしては全体的に寂しいかなという感じがしますね。1万3000人という発表なんですけどね、2万1000人ほどのキャパシティがありますので、ちょっと寂しい感じがします。1万人以上入ってればね、すごく入ってるんですけれど、器が大きいのですね、本当にね、スカスカに見えちゃうんですね。だからWNBA の時はですね、2階の席に全部幕を張るんですよね。黒い幕を全部敷いて、で映らないようにするんです。全部客を下に下ろすという工夫をしてましたね。さあスティールに成功です、マイアミ。そしてまたハイパス、PJ ブラウン決めていきました。今度はキャブス、ブレビン・ナイト、そして1番がパーソン、デクラークからインサイドのケンペ、出ましたダンクシュート。両チームともそのセンターのインサイドをですね、ディフェンスでフルフロントといって前に立ってディフェンスが邪魔をするんですが、ボールが入ってしまいますと今のようなシュートに簡単につながってしまうんですね。このシーンもそうですね。今度はしかしデクラークが入っていた。そうですね。今前に立ってうまく取りましたね。ディフェンダーが前に回りますけど、また入れた。できなくいい動き。入ってしまいますとこうなってしまいます。なるほど。その前のところで奪おうということなんですね。そうですね。両チームとも同じような展開に見せました。必死にセンターのディフェンス前なんですが後ろを狙ってきますね。ダブルチームモーニングのところ。ファウルを取られてしまう。ブレビン・ナイトがファウルを取られた、ボールを取りに行っただけだというのがナイトのこの表情でしたが、こういったそのフルフロントにポストディフェンスを作っているのはどの NBA のチームもそのプレーオフに入ってからやる激しいディフェンスなんですが、両チームともやはりディフェンスが強いということで、ここら辺はやっぱりしっかりしてますね。そうですね。facing the Miami offense with 12 of their 17. 3点差です。またそのインサイドを入れようというプレーですが、アウトオーバーズになっています。特に NBA ではそのイリーガルディフェンスがあるためにフルフロントにディフェンダーがポストが前に立ちますと後ろ側のヘルプがですね非常に甘くなりますね。ですからそれまでをそういうことを考慮してディフェンスをするというのは非常に訓練がいると思いますね。マイアミの方は今ちらっと映りましたが30番ベテランのポーターが入ってきています。35歳
ですか。36になりましたね。そうですね。まだまだそのレギュラーポジションを狙ってるということらしいですね。ウィスコンシンスティーブンスポイントですよね。ディビジョン2、3、要するに大学の中でもね、2部校、3部校の方からね、そうですね。生き残るっていうんですから大変なことですよね。このプレーでモーニングにオフェンスファウルがついています。ケンプかいくぐって強いプレーだ。ケンプがもう強引に入れていきました。ここ9試合で平均25ポイントと好調のケンプです。PJ ブラウンからマシバーン出してティム・ハーダーをまだそれほど今日は目立っていませんが、特にですね、ティム・ハーダーウェイにボールを簡単に持たせないためにエンビーナイトがフェイスガーディングにですね、必要にフルコートでディフェンスしてますね。さあそしてベテランのポーターを入れてきましたマイアミ。12分間の第1クォーターですが残り4分台となっています。PJ ブラウンにファウルがつきました。1つ目になります。ヘンダーソンこの人も2シーズン目オールルーキーセカンドチームに選ばれているヘンダーソン、昨シーズン。ここでタイムアウトになります。キャブスが1ポイント逆転というところでマイアミがタイムアウトを取りました。第1クォーターの残り4分というところです。ゲームがどうもお互いに点の取り合いのような流れになってきたとき、やはりパットライリーはこれを嫌いますから、やはりまずディフェンスがあってからというゲームのテンポにしたいでタイムアウトを取ったということですね。さあインサイドにボールが入りません。モーニングのところのバウンドパスは失敗です。さあここまでのデクラークどうですか。特にですねオフェンスではそんなに目立ってないんですが、ディフェンスでなんとか先ほどもちょっと話をしたんですが、モーニングに簡単にボールを持たせないということを一生懸命意識してやってますね。さあここは PJ ブラウンにボールを取られています。クリーブランド1ポイントリード。一つディフェンスを意識させましたのでここは守ったマイアミです。今度は攻撃。マイアミのセンターもモーニングが2メーター8、それからデクラークも2メーター8ですからね。身長的にはね。そうですね。さあそのデクラークを下げますかね。コーリー・ブラントが映っていますが怪我で今日は出場ができません。ベテランのダニー・フェリーを入れていましたね。デューク大出身のダニー・フェリー。テイクを入れてこれはうまく入れてきた。さすがにベテランのポーターが決めてきています。またマイアミが逆転です。36歳、先ほどお話に出ましたポーターです。ポーターは昨シーズンまでミネソタですよね。ウルブズにいましたね。ミネソタは若いチームを本当によく締めてたんですね。彼とグリアートで本当によく締めてたんですけど、ケンプはダメ、ブロック。ヘッドコーチのパットライリーは35歳以上で本当に素晴らしい選手だと認めるのはこのポーターとストックトンとハーパーだけだというふうに言ってますから、それだけ評価が高いんですね。ということですね。ケンプのシュートは入らず、リバウンドポーター。ここで打っていく。途中から入ったダニー・フェリーリバウンドです。それからボブ・スーラも入ってますね、キャブス。そうですね。今ボールを持った3番がボブ・スーラ。ダニー・フェリーが打っていく。PJ ブラウン、ダニー・フェリーがついています。ブラウン、ダン・マーリー、うまい動きです。ダン・マーリーはこの試合初めてのフィールドゴール。
ダン・マーリーはセントラルミシガン出身11年目。ここでポイントガードがボブ・スーラに変わっています。今度は入れてきましたフェリーです。お父さんも NBA の選手ですね。ワシントンの GM をゼネラルマネージャーに務めたという。さあポーターに対してさあインサイド、さあボブ・スーラ、コーストは少しトリッキーなところも持っている選手ですが、ケンプがここから入れてきました。ケンプはもうこれ早くも2桁になりましたね。11ポイントですね。彼一人でも演奏ですね。コントロールしているようですね。クリーブランド1ポイントまたリードに変わっています。ここでファールがあったようですね。残り1分17秒です。第1クォーター12分間ずつ4クォーターの NBA。 立ち上がりは拮抗した試合展開です。結局クリーブランドのパーソンにファールがついてマーリーのトゥースローということになります。Dan Marley, you were just talking about it, Matty. I asked him that before the game. I had a little conversation. ダン・マーリーはキャブスにいた経験もありまして、平均ポイントが 6.7 今シーズン。マイアミとしては島本さん、レナードの怪我ということもこれありますよね。ロジョン・レナードがシーズン始まる頃に怪我してたんで、ダン・マーリーが代わりをやった、だけどダン・マーリーの方がうまくフィットしたんで、そのまんまで、ロジョン・レナードが逆に控えに回ってるというところですね。PJ ブラウン、ダン・マーリー、モーニングの3人がすべての試合でスタートを務めています。マイアミです。ファールがありましたが、途中からボション・レナードを入れました。このレナードにファールがついています。この人が、シーズンの始まる前に怪我をしました。まだ足にはですねビスが入っているという情報がありますね。レントゲン取るとちゃんと映るんでしょうね。ジャーレン・ローズと高校は同級生なんですね。ここは入れてきましたケンプ。もう13ポイント。今サクラメントで大活躍のジェイソン・ウィリアムス、ホワイトチョコレートと言われてるね。彼の先輩がボブ・スーラですよね。ああ、なるほど。フロリダですから。フロリダですからね。フロリダ出身のそのガードの選手って非常にトリッキーですね。そうですね。そういう意味では後輩が頑張っているので、ボブ・スーラもちょっと刺激を受けてるかもしれませんね。ただスーラはよくあるんですが、そのポイントガードなのかシューティングガードかということで NBA に入ってくると得点力のあるガードの選手がよく悩むんですが、彼もその一人だと言われてますね。スーラはフロリダ州立大学出身4年目。ケンプ入らず。ほとんど時間はありません。どうか。これでまず最初の12分間第1クォーター終了です。ケンプのとにかくオフェンスでの活躍が目立ちました第1クォーターです。第1クォーター終わりました。ヒート対キャブス25対24、ヒートの1ポイントリードです。まずは非常に拮抗した試合展開でスタートしました。ここまで13ポイントすでに上げて、フィールドゴールも12分の6ですから、非常に高い数字を示しているショーン・ケンプです。第1クォーターの終わりと同じようなメンバーですね。まだボブ・スーラがポイントガードで入っています。キャブスです。ダニー・フェリー、さあインサイドから外へ一旦出しますが、Turnover Cavaliers. So this lineup right now has Ryan Stack, Seth Henderson, and Danny Ferry.
スタークが入ってますね。今大きく映りましたが、ライアン・スタック、パワーフォワード。この人は身長あるんですね。2m11。デクラークの代わりにセンターとして今入っています。ポーターのシュートは外れて、ボブスがリバウンドです。ダブルチームです。6番が入っていますのはキャブス、ミッチェル・バトラーです。この辺りはさあ待っていたレナード入れてきました。さすがですね。外のシュートはね得意ですからね。ボション・レナード最初のシュートはスリーポイント決まっています。それからマイアミの方はウェザースプーンが入ってるんですね。肩幅の広い選手。重心をちょっと後ろに持っていき過ぎましたね。軸足がずれてトラベルに取られてしまいました。28対24とマイアミ4ポイントリードに変わっています。第2クォーターです。ウェザースプーン、この人がウェザースプーンです。これ3秒ですね。3秒オーバータイムをウェザースプーンが取られました。ペイント内に3秒以上いてはいけませんが、そのバイオレーションがありました。4ポイントリードしていますが、マイアミのパット・ライリーヘッドコーチ。ここでホイッスルはテリー・ポーターにファウルがついています。マイアミのヘッドコーチパット・ライリーはマイアミは非常に台風がよくハリケーンが来るんで、非常にパット・ライリーも厳しくてニックネームアンドリューというニックネームらしいですね、パット・ライリーは。確かにプレーオフに入りますと合宿生活をしてね、こう徹底して管理をしてくるというタイプ。彼自身ももうすでに朝6時ぐらいからですね、オフィスに行って仕事するらしいですよ。ダニー・フェリー、スラ、この辺りはちょっとトリッキーな動きではありましたが、アウトオブバウンズでマイアミボールに変わります。ここでタイムアウトになります。チームの中心アロンゾ・モーニング、28対24、第2クォーターの残り9分台です。さあまたティム・ハーダウェイがコートに戻っています。10番がティム・ハーダウェイ。今日は得点としてはハーダウェイあまり目立っていません。ウェザースプーンからですがアウトバウンズ。ただキャブスは素晴らしいディフェンスですね。インサイドのそのアドバンテージを取れないところをチーム全体で守ろうという意識がよく出てますね。ですからモーニングにこうガンガンやられるというシーンではないですからね。簡単なそのノーマークでやられるというシーンがあまりないですね。さあスイラー壁を使った。入らず、ここから取っています。ノブスイラリバウンドを奪っています。クリーブランド現在7位タイですから、もう本当に一つ一つが大事になります。キャブス入れてきました。ニューマン、途中から入っているこの人がニューマンです。ワンゴール差となっています。インサイドでモーニング。モーニングは8ポイントとなっています。
ツールに対してティム・ハードマンがつきます。この辺りはタイトなディフェンスですが入れてきた。ニューマンですね。ニューマンですね。なかなかいいですね、変わって入って。外からも打つしね。この人もベテランで13年目、リッチモンド出身。リッチモンド大なんてのはね、あんまり聞かない名前ですからね。サイドラインをこれ割っています。さあ、先ほどのモーニングのプレーです。そしてニューマンのプレー。マイアミ2点のリードです。ケンプ。ナイスフォロー。入れてきました。クリーブランド、バトラーです。やっぱりクリーブランド全体でやらなきゃいけないっていうのがちゃんと浸透してますね。そうですね。一時は怪我人が多くてですね、その全員のバスケットということを強調してたと思われたんですが、実はコーチのフラテロのバスケットのスタイルというのはこういうスタイルなんですね。おっと、ファウルがあります。ダニー・フェリーにファウルがつきました。まあしかしフラテロもこのチームになって幾分違いますが、一昨年まではですね、トランジッションが遅くて見ているその地元のファンまでも退屈だという話がありましたよね。おっしゃる通りです。僕ずっと見て回ってる時にですね、クリーブランド行った時にですね、まあチアリーダーもあんま働かないしね、ゲームは遅いしね、もう何なんだこのチームはと思いましたね。本人は怪我人がその当時多かったからと言ってたんですが、実は全員健康であっても同じスタイルでしたね。そうでしたね。ただまあ去年いいルーキーが入ってきましたんでね、幾分そのあたりのこう動きは活発に上がってきたんですが、特にそのショーン・ケンプというトランジションの選手が入ってきてですね、どう変わるかという見ものでしたね。さあポーターが紹介されています。平均で 10.6 はなかなか見事です。それからフィールドスリーポイントのパーセンテージも 42.3 は NBA 第8位です。見事ですね。まあシックスマン・オブ・ザ・イヤーってこうね、ハテナマークがついてたっていうのもよくわかりますね。しかし36歳で取れば大したもんですよね。NBA であれですね、12000点5000アシストした5人の中の1人なんですね。あっとテンプは入らず。そのテリー・ポーターの前世はね、やはり90年代の初めのポートランドのね、ファイナル行った時のドレクスラーたちとね、そうですね、やった時ですね。おっと、PJ ブラウンのところでちょっとミスが出ました。そして速攻です。これで20秒タイムアウトを取りますマイアミです。今速攻がありましてバトラーが決めています。クリーブランド32対32、再び同点となっています。点数を取られるその質の問題も相当コーチは気にしているようですね。ターンオーバーからのファーストブレイク非常に厳しいです。ここボールがこぼれてターンオーバーになって、そこから速攻をやられました。ミッシェル・バトラー6番です。UCLA 出身6年目のバトラー、この人一旦解雇に今シーズンなったんですが、また再び再契約ということでチームに加わっています。そしてたまらず今のプレーを見てタイムアウトを取ってバトラーってね、ものすごく頑張る選手なんですね。ですからコーチ、ただ能力はそれほどないんです。だけど頑張るっていうところでね、まず他の選手が調子いいとですね切られちゃう。なるほど。ところがですねしぶとい、やはり彼の頑張りが必要だということでね、これワシントンの時もそうでしたね。僕やっぱりね、そういう選手を見てるのがねすごくね、やっぱり派手な選手は誰でも目にいきますからね、そういう選手を見るのが好きですね。確かに今話に出ましたバトラーは3月10日付で一旦解雇になって、その後1週間ちょっと3月19日付で再契約ということで、チーム状態ともちろん怪我人が出ればね、すっとまた入れてくるというタイプになるわけですが、しぶとくそういう意味では NBA で生き抜いているというバトラーになりますね。ああいうバトラーみたいな選手が NBA を支えていると言っても僕なんかいいと思いますよね。
さあモーニングがフリースローを2つ決めています。高い位置からトラップを仕掛けてきましたね。もうボールを取りに行こうというディフェンス。そしてインサイドをブロックした。さすがモーニング。そしてポーター運ぶ。このアングルも珍しいアングルですね。そうですね。テレビ放送でこのアングルを長く使うというのは珍しい感じですが、しかしこれ動きフォーメーション割と分かりますね。そして観客席に座ってるイメージでいいですね。なるほど。こう一番前の席フロントローっていうんですけど、ね、フロントローで見てるような感じですよね。そうですね。だからね、小池さんね、かなり客席空いてますでしょ。で、あれ一応心配することはないんですね。シーズンチケットで全部売れてて、たまたま来ない。なるほど。収入的にはあまり変わらない。変わらない。2回以上が空いてるとですね、かなり売れてない場合もあるんですけどね。そうですね、比較的いい席が空いてますのでね、これはシーズンチケットですでに売れている席というふうに。第2クォーターの残り5分台になってきました。ダニー・ペリーが下がります。そしてデクラークがまたコートへ戻ってきました。デクラークもアンドリューですよ。ああ、なるほど。カットラリーと一緒ですね。そうですね。Dan Marley with 9, Mashburn with 8. Allen scoring for the Miami Heat. They've opened up a 4-point lead. A little half-court trap just to delay the Cavaliers. Get the ball out of the hands of Brevin Knight and make somebody else start the offense for the Cavaliers. ブラビンナイト。ケンピ。ブラビンナイトとケンプのコンビ。ケンプはもう15ポイントを取っています。モーリングとデグラーク出してポーター、これは24秒24秒以内にシュートまでいかなきゃいけませんが時間が来てしまいました。バイオレーションです。いいディフェンスですね。素晴らしいです。この辺りはケンプの持ち味が出ていますが、確かにケンプ以外の選手がなかなか取れませんね。しかしまだ2点差とついています。ターンオーバーの数はマイアミが5に対してクリーブランドに。イリーガルディフェンスですね。そうですね、イリーガルディフェンス、中途半端な場所にいますとマンツーマンが基本でイリーガルディフェンスということを取られます。ポーターがここで下がるようですね。ベテランのポーター、そしてティム・ハードウェイがまた入ってきました。残り4分台です。第2クォーターです。デクラークからデクラークのところですが別のところでファウルがありましたがモーニングですね。手出したんですね。ファウルということです。モーニングはファウル2つ目になります。個人ファウルは6つまで。ヘンダーソンからケンプ、いいパスがいった。ケンプ17ポイントです。去年だけでそのダブルダブル、得点とリバウンドだけで41回のダブルダブルが出て、非常に力が安定してきましたね。また同点となっています。ここまではクリーブランドも非常によくついています。ファールはデクラークですね。モーニングがこう攻めてくるところ。
見てみましょう。モーニング。アキーモライジュアのドリームシェイクのようなフェイクでしたね。結局デクラークが左手を出したところがファウルになったようです。デクラークは3つ目になります。モーニングはオフシーズン中にボクシングのレッスンを取り入れてフットワークを改善したという現地の放送局のリポートが入っていますが、ただボクシングはあまりやりすぎると良くないんではないかと私はいらぬ心配をしてしまいますが、そして何か彼のね性格からいくとマイアミでその火事がありまして、その焼け出された方がですね、実はモーニングがジョージタウン大学でデビュー戦を飾った時のマッチアップした選手だったらしいんですよ。そしてなんと身長も体重も同じで$8万相当の洋服を寄付したそうですよ。そうですか。これも何かの因縁だということですね。3ポイント、いや2ポイントマイアミリード、残り3分台です。ここまではクリーブランドも、ホームということもありますが非常によく戦っています。今シーズンこの両チームが対戦するのは初めてです。インサイド、あと24秒クロック、シュートまでいけませんでした。38対36、こちらクリーブランドのマイク・フラテロ、一方はマイアミのパット・ライリー。表情を見ただけでも、今日のゲームのペースがクリーブランドのリズムだというのがちょっと出ていますね。ここでまたマイアミがタイムアウトを取っています。どうも今日はディフェンスがもう一つ不満だという顔が見られますね。そうですね。マイアミヒートはイースタン全体でも現在オーランドとの首位争いです。これはモーニングのプレー。そしてブレビンナイトからのこれはケンプです。非常にこの辺りはケンプらしいプレーでした。Kemp now with the clerk with the 3 personal fouls going to go after Morning on the Heat offensive end. Miami has not scored a field goal in the last 5 minutes, doing all their damage from the free throw line. Overall, 11 for 12 from the line for Miami. 外からは入らず、リバウンド争い、まだマイアミに出ています。あっと、しかしマシュマン頑張る。マッシュバーンに対してバトラーにファウルがついています。ジャマール・マッシュバーン、ケンタッキー出身の6年目です。フリースローが今日は非常によく決まっているマイアミです。当時のパット・ライリー自身がケンタッキー大学の卒業生ですよね。さあ、2つとも決まって、これで今日マイアミはフリースロー14分の13と入っています。ジャンマリーがつく、ダブルチューク、ダニー・フェリーのシュートはダメ。なんとここで、これマッシュバーンにファウルでしたね。マッシュバーンのオフェンスファウルです。前にね、手を出したということで、4ポイントマイアミリード、4ポイントマイアミリード。ポストが前に立っているので、このディフェンスですね。ここですね。さあ、守ったマイアミです。もう残り2分を切っています。第2クォーターです。
ティム・ハードウェイが打つ、決まりました。久々ですよね。いやこれ初めてですね、この試合初めてですね、決まったのは。両チームとも本当にオフェンスではガードが目立たないゲームですね。そうですね。ティム・ハードウェイ決まったのはこの試合初めてで3点ということになります。ティム・ハードウェイってね、面白い記録を持ってるんですよね。だいたい彼得点を多く取る方でしょ。それなのにですね、フィールドゴールをですね、最初の1本目決まるまでですね、延々と投げ続けたのがあるんですね。一番投げ続けたの、これ NBA の記録なんですけど、17本連続落っことした。あ、そうですか。これゴールデンステート時代ですからね、ルーキーの頃の。本当に彼よく落としたんです。だけどね、やはり最終的には 50% 近くに持ってきた。確かにシューター打たなければ入りませんからね。PJ ブラウンも入らず、アウトバーズです。残り1分を切っています。これはクリーブランドボールです。その話題に出ましたティム・ハードウェイ。しかしそういうプレーがあっても今はもうね NBA を代表する選手に成長しています。そんなことを気にしていたらスターにはなれませんね。はい、はい、確かにそれだけ打つというね意思というものもね大切ですよね。ひるまないというところも確かに大切です。あっといたの。決めてきました。ケンダーソンが決めてきました。あ、失礼。ミッチェルですか？バトラーですね。ミッチェルバトラー。ミッチェルバトラー。バトラーが決めてきました。さあ、ほとんど時間がなくなってきた。最多。決まりました。マッシュバーン決めてきた。マッシュバーンはこれで13ポイントになっています。少しタイムアップ終了のところで点差がついてきました。さあどうか。ダメ。ここで試合時間がなくなっています。第1クォーター、第2クォーター、前半戦が終わっています。46対41、このケンプのダンクもありましたけれども、ヒートのリードは5ポイントで前半戦を終了です。ハーフタイムスタッツが出ています。これをご覧になって北原さん、気になる数字はどうでしょうか。そうですね、やはりインサイドのキャブス不安だということでリバウンド、相当差があるんですが、差が出ましたね。ただそのインサイドの数字のさほど点数の差がないですね。そうですね。これはやはりディフェンスで頑張っているということとですね、あと全員で、特にですねそのケンプが1対1をできる条件を作ってるんだと思います。はい。イースタンカンファレンスのゲーム、ヒート対キャブス、前半が終わってこれから後半に入るところです。前半終わって46対41、ヒートが5ポイントリードしています。北原さん、キャブスもなかなかうまく戦ってるんじゃないですか。そうですね、どちらかといったらキャブスのペースでゲームが進んでますね。さあまたケンプからまたこの後半が立ち上がり始まりまして、ケンプこれで19ポイントです。インサイドアウトサイドと非常に縦横無尽ですね。そうですね。さあ一方のヒート、インサイド入れて、ここでファウルがありますか。違いますね、トラベリングですね。ターンオーバーを誘ったのも、キャブスのヘルプディフェンスのおかげですね。そうですね。もうこのモーニングに対しては1人そして2人とヘルプに行きます。ブレビン・ナイトが組み立てるクリーブランド、ティム・ハードウェイマッチアップ、ヘンダーソンからクラーク出して、パーソンのシュートは外れています。
さあマッシュバーンがここは運んできましたマイアミです。ここは外、マーリーからティム・ハードウェイ、この試合2つ目のスリーポイント、スリーを決めてきました。これで6ポイント差。キャブスとしてはこの試合を含めて残りあと10試合、今シーズンはスタートが遅れまして全体1試合1チーム50試合ずつに短縮されているリーグ戦です。キャブスとしても今日はホームコートですが、ここはダメ。この試合も含めてもホームコートは10試合中あと4試合しかありません。そういう意味では非常に厳しい戦いです。デクラーク、どうかもう一回、よく入れてきました。そしてファウルももらいましたね。ファウルももらいましたね。デクラーク、モーニングにファウルがついています。イルガオスカスが怪我で骨折、今季絶望。その後センターを任されているこのデクラーク。今ご紹介しましたが残りあと10試合でホームが4つだけですから、まさにこの試合は負けられないゲームではあるんですよね。現在7位タイですが、もう前後を見てもほとんどゲーム差がありません。厳しい戦いのキャブスです。上位8チームまでがそれぞれのカンファレンスでプレーオフ進出です。ここはファールはブレビンナイトですね。このナイトにファール、ナイトは2つ目になります。パーソナルファール。マシバンインサイド、ここはデクラークも守れませんでした。さあここで得点差が5点、後半に入っています。第3クォーター、ケンプ、もう一回ダメ、落ちてモーニングがリバウンドです。さあモーニングがスクリーンに行きます。またマシバーンだ、決めています。連続マシバーン、これで17ポイント。マッシュバーンに決められたところでフラテロ監督がタイムアウトを取ります。さあ立ち上がりで7ポイントと差が広がりました。デクラークにかなり指示を与えるマイク・フラテロ。非常にマイアミはピックアンドロールのプレーをセンターと絡めてしてきますので、そのディフェンスの指示かもしれませんね。やはり今回のこのゲームではちょっと点数が一番離れてきてそうなんですよね。試合が始まってから一番今得点差が開いてきました。ここは踏ん張りどころクリーブランド。ケンプダメ、ブロックされた。強いですねマイアミ。非常に守備がタイトなマイアミ。そしてマッチバーン、これで3つ連続19ポイント。マッシュバーンの3つ連続で一気に得点差が開いてきました。9点差と広がっています。いや11点差と広がっています。ここはブレビンナイトが1つ返します。さあまたスクリーンを使ってきました。そしてモーニングがこの位置、ダンマーリーは打てず。さあここは守ったクリーブランドです。ヘンダーソン、ブレイビンナイトへ戻しますが、ここでホイッスルがあります。ダンマーリーにファウルですね。ダンマーリーはこの試合1つ目です。得点差の方は7ポイント。後半が始まってまだ次のところですが、得点差が少し開いてきました。キャブスのガードね、ブレビンナイト、本当によくチームを締めてますよね。彼、スタンフォード大学です。はい、スタンフォードですね。
彼スタンフォードってね、勉強の方も大変らしいんですよ。そうすると例えば、遠征行きますでしょ。そうするとみんなで勉強するんです。やっぱり試験があると、例えばその担当の、人が遠征についてきてみんなを並べて試験やるらしいです。なるほどね。そうしないと卒業ができない。それでまたバスケットもできなくなっちゃう。なるほどね。そういうのを経てね、NBA 入ってきてるんですから大変なことですよね。MC はそのアカデミックアシスタントコーチという方必ずいますよね。勉強を教えるコーチ必ずいます。だからどうしてもちょっと遅れる子がいるわけですね。その子に家庭教師みたいにして教えてますよね。なるほど。そのブレビンナイトが決めてきまして50ポイント目クリーブランドです。ブレビンという名前はブレンダとメルビンというお父さんとお母さんの名前をくっつけたそうですね。なるほど、ミックスしてる。PJ ブラウン入れてきました。 PJ ブラウンは4ポイント目。そのブレビンナイト、去年は見事にオールルーキーファーストチームに選ばれています。そしてできなく入らず、マシバンからダン・マリーの得意のシュートが入ってきました。スリーポイント。さあ10点差になりました。Right, now you can hear Mike Fratello screaming, "Dunk the ball! You don't want to let those opportunities go by where you get a layup or a dunk." ブレビンナイトのところでモーニングにファウルです。ここクラッテロは一つ手を打たなくてはいけないと思うんですが、そうですね、ちょっとゲームが大きく動きつつありますね。パーソナルファウル、モーニングがちょっと多くなってますね。4つ目というふうに出ました。上がスプーンが入りましたね。そうですね。ブレビンナイトのフリースローに変わっています。少しまたこうカッカと何か来てる感じがモーニングにありましたね。新歓遊合式みたいなもんですよね。プレーオフを勝ち抜くためにも彼が冷静であることが一番大きなポイントじゃないかと思うんですが、今ハーダマンからマシバン決まっています。マシバン20ポイントを超えてきました。21点です。マイアミに移籍してきた頃はなかなか力を出せなかったんですけれども、非常にいい仕事するようになりましたね。ここは手を出したケンプでしょうね。ケンプです。これはその前のリプレイ、マシバンのプレーです。残り6分台の第3クォーター。しかしまだマイアミ取っています。ルーズボールになっていますが、ラストタッチがキャブスということでまだマイアミボールです。クリーブランド11分の4、このクォーター10分の7がマイアミですから得点差が開いてきています。10点差あります。そしてダニー・フェリーが入ってきました。デクラークが下がります。ダニー・フェリーがデューク大ですから、このデューク大も勉強難しい大学ですよね。ダニー・フェリーはカレッジの頃デュークでメイス・スミス賞というのがあるんですね。それを受賞してるんですね。メイス・スミス賞っていうのはカレッジバスケットの中でね、一番要するに優秀な選手ということで、バスケットボールの父、そうですね、ジェームス・ネイスミス博士のね、名前を取った賞ですね。ここダン・マーリーのプレー。ダン・マーリーはセントラルミシガン出身、11年目、33歳になります。フェニックス・サンズにいた時は本当に彼中心で嵐を呼ぶ男と言われてたんですけど、今日のゲームの中でもいい場面できっかけを作ってますよね。そうですね。サンダーダンですね。サンダーダンですよね。いやだけどセントラルミシガンっていう大学からですね、それまでに NBA のプレーヤーになった選手は一人もいないんですよ。ですからね、ドラフトの時にフェニックスサンズ、セントラルミシガン、ダン・マーリーって言った時に、要するにもうフェニックスのファンはね、みんなブーイングをしたそうです。誰だってそれは
さすがにそのあたりはスカウトの目が確かだったわけで、何人かそういう選手いますよね。無名校から素晴らしい選手になるというのね。ストックトンもそうですよね。そうですよね。ゴンザガ大学から入りました。ストックトンなんてゴンザガ大学みんな知らなかった、ストックトン大のゴンザガかゴンザガ大のストックトンかどっちなんだと、ただ今年のNCAA の選手権ではね、ゴンザガ大がスイート16ね、まで行って大変な活躍しましたね。でも確かブルズで活躍していたスティーブ・カーはゴンザガ大学を受けた時に試験の相手をしてくれたのがストックトンで、そのために落とされてしまったという話がありますよね。それでアリゾナに行ったんですね。カーのためには良かったかもしれない。そうですね。さあまだ得点差は10ポイントということで、マイク・フラテロ、ここからなんとかこのクリーブランド得点差を詰めたいところです。ダニー・ペリーです。決めてきました。フェリーのスリーポイント、これでフェリーはこの試合5ポイントになります。ティム・ハーダウェイが運んできます。マシバーン、後半に活躍が目立ちます。またマシバーン、ダブルチームに来る、空いているダンマーリー、そしてダンマーリー決めました。ギリギリいっぱい。そうですね、今マッシュバーンが当たっているためにマッシュバーンがボールを持つと必ずクリーブランドはダブルチームに行きます、そしてやはりダンマーリーアウトサイドのシュートが入るか入らないか、これは大きいですね。そうですね。この辺りの攻撃でまた10ポイント差。バトラーです。ここ3試合平均15ポイント上げているバトラー、この試合は今ので9ポイント目です。第3クォーターに入ってから得点差が少しついてきましたが、なんとか粘りたいクリーブランド。ここは守っています。ブレビンナイト、バトラー、バトラー決めています。連続バトラー11ポイント。タイムアウトでしょうね。ここで連続して決められたところでマイアミがタイムアウトを取っています。この人バトラーが連続してフィールドゴールを決めてきました。67対61、その差6ポイントと少し縮めてきています。クリーブランドのホームコート、ここはダウンタウンのちょうど真ん中あたりにありますガンドアリーナです。ゲームサマリーの数字が出ています。フィールドゴールパーセンテージは当然ヒートが上回っています。スリーポイントもいいですね。インディアンズも球場がありますね。そうなんですね。ジェイコブズフィールドもすぐ隣にあります。クリーブランドは現在アメリカでは観光都市として再開発ということが行われていますね。その再開発の中心的な施設としてこのガンドアリーナ、さらにはジェイコブズフィールドが続けられています。有名なロックフェラー財団の地元というか発祥の地なんですね。ボールを動かしています。会場が湧いてきた。ヘンダーソン、さすがブロックショットでは NBA ナンバーワンのマイアミ。そしてテリーポーターが運びます。またベテランのテリーポーター入っています。そしてダン・マーリー、また決まった。マーリーも今日5本目のスリーポイント。いやー、乗っていますダン・マーリー。キャブスは非常にそのダブルチームを対応しますので、やはりアウトサイドの選手の出来にかかってきますね。そうですよね。その出来のいいマイアミです。ケンプのところでファールがありました。ファールはマイアミのウェザースプーンについています。ダン・マーリー、先ほどのスリーポイントで合計17点になっています。
ダン・マーリーみたいにこう入り出して止まらないようなシューターをですね、よくストリークシューターって言うんですけどね、本当に彼、確か1試合に8本ぐらい決めたことありますね、スリーポイントをね。今プレートが出ていますが、ショーン・ケンプは7試合連続で20ポイント以上マークです。これは1992年のブラッド・ドアティと並ぶ、クリーブランドでの記録ということになります。今、そのブラッド・ドアティがですね、やはりカレッジバスケットのリポーターやってますね。そうですか。腰が悪くてですね、プレーできなくて、引退してしまったんですが、何しろひときわでかいんで目立つんですけど、セブンフッターですからね。そうですね。2メーター13以上あるということになりますね。世界で一番大きいレポーターじゃないでしょうか。いや、彼がいますね、レッドバロン、UCLA を卒業したボストンセルティックスから行った有名なレポーターがいると思いますね。そうですか。さらに大きい。さらに大きいです。ビル・ウォルトンですね。ビル・ウォルトンね。ビル・ウォルトンはね、6'11ですよ。そうですか。ちょっと少なかったですね。ということは2メーター11ぐらいですね。そうですね。ビル・ウォルトンは非常にアメリカで人気のあるコメンテーターですね。彼こそ本当にアメリカで一番背の高いコメンテーターでしょう。そうですね。さあ、ケンプのフリースローに変わっています。いろんな言い方ありますね。コメンテーターとかね、アナリストとかね。ブラッド・ドアティの場合にはレポーターですから、ベンチの方に行っててね、いろいろインタビューしたりなんかしてますけど。さあ、PJ ブラウン、ボブ・ツイラーがまた入ってきています。ヘンダーソン、ボブ・ツイラーにポーターがついている。ダニ・ペリー、ケンプへ、ケンプ、高い位置から入れてきました。4点差にまで行きましたね。4点差に詰まってきました。ケンプ、26ポイントになります。1人大活躍のケンプ。クリーブランドの勢いでですね、クリーブランドってやっぱり五大湖の怪我になるんですよ。そうですよね。ですからね、ウォーターフロントを開発してるみたいですね。それとロックンロールホールオブフェーム、ホールオブフェームなんかね、ロックの殿堂というのがね作られていまして、確かあれがミシガン湖のすぐ近くにありますよね。最初にロックンロールっていう風に言った FM 局があるそうなんですね。それであそこにできたそうですね。ですからビートルズのいろんな写真ですとか衣装、そしてエルビス・プレスリーの衣装なんかもね、展示してありますが、さあダイアン・スタックが入ってきました。この人はサウスカロライナ出身のルーキーです。以前のフラテロコーチだったら相当これでエキサイティングするんですが、マイアミボールですね。まだね、結局ラストタッチクリーブランドという判定です。もうほとんど第3クォーターも残り時間がありません。一旦は2桁ポイント差になりましたが、また4ポイント差に詰め寄っているクリーブランド。ダブルチームに行った。そして空いたところのマーリーというこのパターン、痛いですね。同じパターンでやられてますね。マーリーオンファイヤーですね。そうですね。どうか、ほとんど時間がない。バトラーブロックされた。ダン・マーリーがシュートブロックしましたね。第3クォーター終了です。このダン・マーリーのスリーポイントが目立ちました。しかしクリーブランドもよくその後粘りも見せまして、一旦は2桁あったポイントを少し縮めて72対66、ヒートのリードは6ポイントです。
ケンプが頑張りを見せているクリーブランド、最終の第4クォーターです。インサイドのところでペリーのファウルです。なんとか残り10ゲームのうちこの試合を含めてホームは4試合しかありませんので、ホームでは落としたくないクリーブランドですが、ウェザースプーンに対してファウルがありました。ここはモーニングを休ませていますマイアミです。Sean Kemp went to the bench for the Cavaliers for a rest. He could only stay out about 2.5 minutes because everything just went. 両チームともケンプとアロンゾがベンチにいますので、おそらく最後の一番重要な時間帯に出てきて勝負するんだと思いますね。ですからクリーブランドとしてはそこまで勝負を拮抗したままなんとかね持ちこたえたいですよね。ノブスーラ、これはファウルがあります。スーラーに対して、いや、ウェザースプーンのファウルですね。ここです。逆にキャブスとしてはここでね、このメンバーで詰めておきたいところですからね。現在7位タイというところで、そしてまたこのニューマンが入ってきています。ヘンダーソンに変えてニューマン。ダニー・フェリー、壁を使った。スーラ、スーラ、ダメ。ポーターが指示を送ります。ダン・マーリー、当たっているダン・マーリー。おお、速いパスだ。これを完全に体を引っ張ってしまいました。スーラのファウル。この人もなかなか今のプレーなどを見ると少し激しくなるというかカットする感じがあったかもしれませんね。彼は本当に素晴らしいエキサイティングなプレーもするんですけど、自分自身をコントロールできなくて自滅するケースがあるようですから。ウェザースプーンのフリースローに変わっています。ウェザースプーンがサザンミシシッピ出身の7年目の選手、2メーター1センチ。さあ10点差です。これ以上離されたくないクリーブランド。しかしポーターもこの辺りいい守備をしています。アウトバウンズ、まだクリーブランドボールです。クリーブランドのガンドアリーナでのゲームです。現在イースタンカンファレンス全体で2位のマイアミヒート、一方は7位タイ、8位までがプレーオフですので非常に苦しい立場にいますクリーブランドです。ショットクロックギリギリダメ。マイアミボールに変わります。やはりここで出てきましたね。そうですね。残りまだ10分というところですけれども、ここでショーン・ケンプを出してきました。やはりそのマイアミのディフェンスを突破してシュートもなかなか持っていけない状況が出てきますね。結局ポイントゲッターがいないので、やはりケンプを出すしかないということでしょうか。パットラリーのその素晴らしいディフェンスを窒息ディフェンスというんですが、まさにもうシュートクロックギリギリの窒息ですね。ちょっとケンプが右肘が腫れてますね。本当ですね。かなり腫れてますね。これぶつかったんですね。相当腫れています。さあ、こうやって守った後一つ一つを大切にしたいクリーブランド。ケンプが戻ってきています。しかしターンオーバーだ。そしてケンプがファウルを犯すという形としては最悪のパターンになってしまいました。そしてここでまたデクラークを戻すようです。そしてタイムアウトになります。最終の第4クォーター、残り5分台、10点差です。
ああ、ここで肘を痛めてたんですね。そのリプレイが出ました。残り9分台です。76対66、10点差がついています。ハードウェイ、ウェビンナイトがつく。ダブルチーム来る。そうですね、キックボールになりました。モーニングはまだ休ませたまま、休ませることができるだけ余裕のある試合展開ということになります。マイアミ。もったいない。ボールは取りましたね、そのまま来たんです。クリーブランドボールに変わります。Brevin Knight, Wes Person, Sean Kemp, and Andrew DeClerc. Person almost lost it. Now Kemp wants it down on the baseline. Person up inside. Slapped away as he was locked up. やはりマイアミ硬いですね。会場からは今ブーイングが起こってます。そうですね、ファウルギリギリで手を使ったディフェンスですね。そうですね。引っかかってたみたいな感じですよね。残り8分台。ダンクに行ったが。ファウルもらいましたね。ファウルですね。PJ ブラウンのファウルになったが、PJ ブラウンが今のジャッジに対して文句言いましたね。テクニカルファウル取られましたね。もう一度見てみましょう。これいいパスだったんですよね。そしてダンクに行く。まずテクニカルファウルに対して1投です。そしてこの後ファウルをもらったデクラークのフリースローということになるわけですが、PJ ブラウン直接文句を言ってテクニカルファウルを取られました。ですから頭を冷やすといいでしょうか、ベンチにも下がりました。そういえばプレーオフで一昨年ニューヨークとやった時の火種は確か PJ ブラウンだったようだ。マイアミマイクロウェーブといった方がいいかもしれませんね。DeClerc looking to split the pair. Andrew will do that. DeClerc with 8 tonight. He's been averaging 9 points and 76対68です。Alonzo Mourning set out very close to 10 minutes, but he is back now with Hardaway, Mashburn, Porter, and Clarence Weatherspoon. ここでホイッスルです。blew his whistle down there, and he's got a hold on Wes Person. パーソンにファウルがついています。この人、ウェズリー・パーソンがファウル。パーソナルファウル、パーソンは2つ目になります。3 points Saturday night, just 3 points tonight. マッシュバーンが入れてきました。マッシュバーン23ポイントです。また10ポイント差。ナイト、そしてデクラークにパスが通らず。残り7分台です。ショットクロックがなくなってきてますが、これ倒れてる。モーニングが倒れてデクラークにファウルがつきました。見てみましょう。ここポジション争いのところですね。そうですよね。ぶつかっていったんではなくて、横に避けようとした時に相手が倒れてきたような感じに見えましたが、
デクラークはこれでファール5つ目になってしまいました。もう1つで退場になってしまいます。ですから今の判定かなりブーイングが会場からは起こっています。彼の得点はともかくとして非常にディフェンス頑張ってますんで、ファールアウトしてしまうと厳しいですね。そうですね。さすがにマイク・クラットルもかなり今の不満そうです。レビン・ナイトにそして指示を与えました。モーニングが2つ決めています。80点に乗りましたマイアミです。12点差、この試合最大得点差がついています。レビン・ナイト、これはぶつかっていましたのでウェザースプーンにファウルです。ここですね、ここでぶつかってますので。1投目が決まってナイトはこれでこの試合7ポイントになりました。アシストは9つ。そうですね、やはり身長が178センチでその6フィート以下では NCA でもナンバーワンの選手と言われてありますね。テクニシャンですね。身長のなさをうまくカバーしています。ネイセンスメモリアルホールオブフェームバスケットボール殿堂でですね、毎年180センチ以下の最高の選手って表彰の規定があるんですね。それに彼は選ばれてますね。確かに180センチ以下で NBA でレギュラーを取るっていうのは並大抵ではないですからね。その前ではマグジー・ボーグス、マグジー・ボーグスは5フィート3インチですので160センチ、160センチしかないですよね。唯一僕とね目線の合う NBA 選手僕よりちょっと低いんじゃないかって嬉しくなっちゃうんですね。さあ残り6分台になりまして82対69、マシバーンのプレーです。今日は途中マシバーンが立て続けに決めるところもありました。マシバーンが連続で決めるシーンもあって、その後ダンマリーのスリーポイントが連続できたということで、モーニングだけではなくていろんな選手が得点を取ってきますマイアミです。それに対してクリーブランドはやはりケンプだけというのが続いてますか。そうですね、ちょっとその彼がベンチにいるときはオフェンスのきっかけが作れなくて相当苦労してますね。レナードは外れています。ここはいいパスがいったい。デクラーク11点差です。おっと、パスもうまかったですね。グッドディフェンス。ナイト、おっとデクラーク出した。ケンプ決められないが、おっとデクラークいいプレーだ。そしてパーソンスリーポイントきました。これは大きいプレーですね。これは見せてくれました。デクラークの軍事プレーですね。デクラークが取ったスリーポイントですね。そうですね。さあこれも勢いにしてほしいところ。8点差、1桁台になっています。シュートクロックが6秒5秒と過ぎていきます。この前のマイアミのオフェンスでクリーブランドはですね、ポストは前にこのデクラークが立って、そうしましてイリーガルディフェンスを捉えたんですね。ですからこのディフェンスはわざとポストにボールを持たせたんですが、やはりやられてしまいますね。そうですね、モーニングのプレーにやられました。デクラーク抜かれてしまうのでヘルプをするんですが、ファウルになってしまいました。ファールはヘルプに来ましたニューマンの方についています。フリースローの確率は非常にいいモーニング。それから
今シーズンのフリースローの数では非常にたくさんもらっていまして、それだけインサイドでファウルをもらってるってことになりますね。who have shot the ball just exquisitely, the both of them from the perimeter. デクラーク来た。ダンク決まっています。出ましたね。これは会場が来ます。おっとデクラークをファウルしたんだよね。フェスがない。フェスがないですね。おそらくその前の彼のデクラークのシュートはレフェリーがファウルを取らなかったので、これで終わりかでしょうか。終わりかにしたかもしれないですね。危ないですね。テクニカルファウル取られそうですね。しかし意地を見せたデクラーク。このプレーがですね、ファウルを取らなかったんですね。クレームをつけてる間にオフェンスの相手のオフェンスになってしまったんですよ。そうですね。しかしデクラーク12ポイント、イルゴースカスの代わりにセンターを務めていますが、なかなかこう気迫は出てます。Try to take a look at this now and get the Cavaliers into the set they're looking for. ケンプちょっと痛そうですね。痛そうだ。全くちょっと参加してません。もう全然参加してませんね。何か肘とともにですね、なんか顔も打ったようですね。痛そうにしてるケンプ。先ほど肘が腫れているのが映りましたが、今度はちょっとそこ以外に打ったようですね。左側のこの耳の下というか、押さえてますね。ちょっと心配ですね。はい、顔の左側のところを激しく打ったようです。ケンプがダメになると本当に得点的に厳しくなります。クリーブランド。ちょっと苦しそうですね。苦しそうですね。これリプレイが出るようですね。ケンプのところを見てください。球がぶつかりましたね。ぶつかりましたね。ケンプと結局マッシュバーンがぶつかったようですね。マッシュバーン頭でっかいですからね。マッシュバーンのいわゆる頭突きを顔の左側で受けてしまったようなヘッドバットを、そういうことになってしまいました。わざとじゃないですからね。そうですね。また10点差です。レミナイト。残り4分を今切ったところです。マッシュバーン、PJ ブラウン。おっとインサイドのところまたぶつかってます。デクラークファウルアウト。デクラークファウルでうまくヘルプをしたんですが、そうなんですね。He's got to give him a step in that situation. Right idea, wrong execution. デクラークいますね。これ先ほど私5つ目とお伝えしてましたが、まだあの時点が4つ目で、これが5つ目のようですね。But they're making up for it in the fourth quarter. PJ Brown splits the pair there. He hit 2 monster free throws coming down the closing seconds of that win yesterday against Indiana. Dan Marley just got whistled for a hold on Wesley Person. 2 on Marley. If Dan Marley is a smart veteran, he knows that the Miami Heat. マーリーにファウルがつきました。マーリーは2つ目になります。87対76、11点差。残り3分台。クリーブランドとしてはだいぶ厳しくなってきました。先ほどケンプとぶつかったこれマッシュバーンですね。マッシュバーンの方も、顔面ってね結構切れやすいですからね。テリー・ポーター、もうこの辺りはもう試合を少しコントロールしていく感じがあるでしょう。
PJ ブラウン、モーニングところファウルがあります。ヘンダーソンにファウルがつきました。またアロンゾ・モーニングのフリースローに変わります。フリースローの数では現在 NBA 第5位、それだけ相手にファウルをもらっているということです。彼の場合演技賞も随分入ってると思いますね。なるほど、それも必要ですね。プロですから。His outburst occurred in the first 5 minutes of the game because he had to endure a very, very troublesome summer given the fact of what he ジョージタウン出身で7年目を迎えている29歳のアロンゾ・モーニング。今シーズンジョージタウンといえばね、ジョン・トンプソンコーチが辞任したんでね、名物コーチがいなくなって、アロンゾ・モーニング、ディケンベム・トンボ、ポトリック・ユーイングというね、素晴らしいセンターをね、ビッグセンターを育てた方ですが、それとアレン・アイバーソンセブンティシクサーズで今シーズン絶好調のアイバーソンもジョージタウン出身です。さあケンプが決めまして、ケンプは28ポイントです。まだしかし11点の差があります。試合としては非常にクリーブランドは厳しくなってきました。ファウルがあります。ホイッスル。今日は女性審判が務めています。PJ ブラウンにフリースローです。今日はここまで6ポイント11リバウンドです。リバウンドでは活躍している PJ ブラウン。2投目は外れました。さあ12点差。レビン・ナイト、うまい。ケンプ、デクラ頑張ってる。ナイスリバウンこの後のディフェンスですね。10点差に戻して、当然時間がないので高い位置からプレッシャーをこうかけてるんですが、They didn't want to sign Charles Oakley after this year. He'll be a free agent next year. Did not want to pay a huge dollar, so they made the move right there. The Cavaliers are trying to sell that to the referees. これはマイアミボールです。ここでタイムアウトも取っています。マイアミ。Glanced out of bounds. Dan Marley and the Miami Heat asked for and received the timeout. Minute 58 left. The Miami lead is 10 as the Heat look to get closer to Orlando in the Atlantic. ダンク。ダンマーリ22ポイントは今シーズン最高ですね。シーズンハイ。7分の5ですね。スリーポイントがね。非常に高い確率で入りました。ダンマーリのプレーが一つこう得点差を広げる。ここもブザーいっぱいですが。非常にマイアミはそのアロンゾだけではなく、幅広くその得点の機会を作りますね。そうですね。このダンマーリ、さらにはバッシュバーンと20ポイント以上の選手がいます。マイアミ。かたやクリーブランドは本当にケンプに頼るだけで非常に厳しいですね。そうですよね。やっぱりこの辺りがイルゴースカスがいないですし、それからもう一人のシューティングガード得点源のデレック・アンダーソンもいませんからね。イルゴースカスは左足の骨折で今シーズン絶望。デレック・アンダーソンは右膝を痛めてインジェリーリスト入りしています。ポーターが入れてきました。今ベテランらしいプレーですね。なかなかこの10点差から6点差ぐらいまでいってもまた押し戻されるという形で、もう1分切りますのでかなり厳しい状態になってきましたクリーブランドです。ホームコートではありますが厳しくなってきた。ケンプ、競り合いからケンプ。ケンプはもうこれで32ポイント、孤軍奮闘。もうほとんど残り時間はありません。外は入らず、アドバンスです。
キャブスにとってはこの後バックス戦、そしてヒートとさらにまだ残っています。セブンティーシクサーズ、ウィザーズ、最後にラプターズが残っているということで、そういう意味では最後までこれきついですね。プレーオフ進出へ向けては非常に厳しい戦いが続くことになります。残り19秒台、92対87、5ポイント差にはなりましたが、ショーン・ケンプは32ポイント。It just never felt like the Cavaliers were making a serious dent or run at Miami in these closing minutes. ヘンダーソンにファウルがついてポーターにフリースローです。Gary Porter cashes out his first free throw. He hits another one. It makes it a 3 possession. テリー・ポーターはこの試合は8ポイント4アシスト。この選手とダン・マーリーだけがファイナルの経験者なんですね。さあここでポーターは確実に2つ入れてきまして、タイムアウトはクリーブランドが取ります。94対87、その差7ポイント、残り 19.9 秒。ほとんど客が帰りましたね。ほとんどお客さんがこれ、帰ってしまって、確かに途中2桁ポイント差でもう残り2分ぐらいまでなりましたからね。お客さんはちょっと諦めが早いなという感じもありますが、このコート見て分かる通り、チアリーダーがいるにもかかわらずね、表でやってないんですよ。サイドの通路のところでやってるから、全然目立たないんですよ。何のためにおるのかなという。さあもうあとは時間を消費するだけになってきました。試合終了です。マイアミヒートがロードでキャブスを下しました。これでマイアミは27勝13敗、一方のキャブスはホームで敗れました。21勝20敗、貯金はわずかに1つということになりました。94対87でヒートがキャブスを破っています。